はい、皆さんこんにちは。今日はですね、DW9300GA の 4T ですね。1998年7月に発売となった DW9300GA4T の紹介をしたいと思います。レイズマンということで、1998年の3月に初めてタフソーラー、今となってはですね、かなりの数の G-SHOCK に搭載されるようになったタフソーラーですけども、このレイズマン1998年に発売になったレイズマンに初めて、タフソーラーということで搭載されました。これが今回紹介するレイズマンの限定モデルですね。 DW9300GA の 4T なんですけども、タフソーラーという、文字盤にですねタフソーラーとありますね。非常にですね大型の G-SHOCK ということで、当時発売されました。このレイズマンというのがですね、初めてタフソーラーを搭載されて G-SHOCK 自体がですね、そのために大きくなったタフソーラーのために G-SHOCK が、大型になった当時は気がしていました。 G-SHOCK というのは、大体これぐらいの大きさ、このイルカクジラのモデル、先日紹介したイルカクジラのモデルのくらいの大きさの G-SHOCK が非常に数が多かったんですけども、このような G-SHOCK と比べてもですね、並べてみると非常に差がありますよね。こんなに差があるのかというぐらい大きな、当時、1998年発売された当時はですね、大きな G-SHOCK でした。でその後ですね、最近ですと、大型の G-SHOCK ということで発売されることが多くなりましたので、例えば今右隣に出しましたけども、先日紹介した、こちらレンジマンですね、差がないような状態になっているかなと思います。右側のレンジマンと左側のレイズマン、似たような名前なんですけども、厚みもあまり変わらないと。で、正面から見てもサイズ感はあまり変わらないと。今となってはこの右側のレンジマンのようにですね、大型と1998年に比べると、当時と比べると大型と言われるこの右側のレンジマンですね、このような G-SHOCK も非常に人気がある。時代というのか、非常に移り変わりというか、ずっと G-SHOCK をですね見てくると、このような変化も感じ取れるんじゃないかなと思いますね。でこの左側のですね、今回紹介するレイズマンなんですけども、タフソーラーをですね、初めて搭載した、レイズマンなんですけども、マッドレジスト構造ということで、実はボタンをですね、樹脂のこのベゼルでカバーするような形になっています。見えますよね。非常に、泥とかですね、そういったものが入りにくい構造になってますね。裏側はこのような形ですね。このレイズマンなんですけども、DW9300GA4T ということで、ガーディアンエンジェルスの限定モデルということで当時発売になりました。ガーディアンエンジェルスっていうのはですね、アメリカのニューヨークが発祥の地と聞いてます。で40年ぐらい前にアメリカニューヨークではもう活動開始されたみたいで、1990年代にですね、確か、東京支局というのができて、それを受けてこのガーディアンエンジェルスのレイズマン限定モデルが発売になったと記憶しています。で裏蓋にはですね、ガーディアンエンジェルスのマークですね、翼があって、雲があって、で真ん中に目玉のような1ドル紙幣になんかあったような目玉デザインに見えますよね。非常に特徴的なモデルでした。で赤と黒の、色がメインとなっていますのでね、非常に精悍な形ですよね。モジュール番号が1583ですね。1583 DW9300GA
ジャパン Y ということで、チタニウムバッグの裏蓋ということで、このようなデザインになってますね。非常にインパクトのあるモデルでした。私はですね、この、ガーディアンエンジェルスというのを聞いて、この大型の G-SHOCK が発売されるということで、発売日を楽しみにしていたんですけども、ここのですね、ガラスの縁にですね、ガーディアンエンジェルスという文字がありまして、あとこちらにもですね、セーフティーパトロールとかですね、こちらにも文字がありますよね。細かなところをですね、見ていくと非常に特徴的な G-SHOCK でして、あまり他にはないようなデザインをしていたと思います。ただですね、この綺麗な状態で維持するのがなかなか難しいんですね。まずですね、理由はわからないんですが、このレイズマンって書いてあります赤い文字ですね。あとデータメモリーということで、ここに赤い文字がありますけども、これが今残っているものをほとんど、薄赤く変色するっていうんですかね。日に焼けたような感じで変色しているものが多いように思います。今のこの紹介しているレイズマンはそこまで変色が進んでないんですけども、この変色をしてしまうと、この赤い文字がですね。で、あとは、ベゼルですね。この樹脂部品、この外装部品、特にボタンを押すところが割れてしまうというのと、他の G-SHOCK にも共通してるんですけど、ベルトを伸ばしてしまう、伸ばそうとするとですね、この辺りに亀裂が入ってくると。で、ベゼルが崩壊して崩れてしまうというのが、この G-SHOCK のある意味宿命かなと思います。ここまで綺麗な状態で残っているこのガーディアンエンジェルスのモデルは見たことがありませんので、私もですね、使いながらなんですけども、大事に使いながらということで、ほとんど、外には持ち出さない G-SHOCK の一つになっています。おそらく、これ水に濡らしてしまうと、この樹脂のベゼルがボロボロになるスピードが速まりますので、気をつけながら維持をしている G-SHOCK ということになりますね。レンジマン、右側のレンジマンと左側のレイズマンということで、ちょっと名前が似通ってるんですけども、どちらもタフソーラーと。これは今の右側はですね、今、つい先日紹介したタフソーラーモデルですね。で、左側のレイズマンは初代タフソーラー。初めてタフソーラーが搭載された G-SHOCK ということで、なかなか思い出深いものになっています。先日動画を出したところですね、この飾りビスと呼ばれるこの4箇所ですね、この黒い4箇所なんですけども、これの取り付け方を、情報もらいましてですね、早速、この黒い飾りビスも取り付けることができて、このレンジマン非常に気に入ってます。で、一方で、1998年に発売となったこのレイズマンですね、ガーディアンエンジェルスのレイズマンも非常に気に入っているということですね。で、バックライトはですね、ガーディアンエンジェルスのマークが浮かび上がります。で、ニューヨークのですね、ガーディアンエンジェルスということで、オフィシャルモデルということで発売になったこのモデルなんですけども、EL バックライトですね、バックライトやタイマー、アラームですね、このあたりも機能としては備えているということですね。先ほどお話ししたように、マットレジスト構造ですね。マットレジスト構造と、あと対衝撃構造ですね。ショックレジスト。あとは20気圧防水、タフソーラーですね。あと電話番号をメモリーする。30件メモリーできるんですけども、そういった機能もありますし、ストップウォッチもあると。で、タイマーもあると。あとマルチアラームが5本セットできますので、非常に使い勝手のいい G-SHOCK ですね。あとは、バッテリーですね。先ほどこのベゼルが今のこのような状態で残っているこのガーディアンエンジェルスモデルはなかなかないですよって話をしたんですけども、このバッテリーインジケーター、ここですね、今3つ表示されてますけども、フル充電しようとしても電池が劣化していて、この
バッテリーインジケーターが3つ表示されないものもあるようですので、もしもですね、このガーディアンエンジェルスモデルを、購入しようとした場合にはですね、そのあたりも、気をつけながら良いものを選ぶということになります。なかなか良いものがないのがこのガーディアンエンジェルスのモデルかなと思いますね。あとはフルオートカレンダーですね。あと、対低温仕様ということで、これもマイナス20度。この G-SHOCK もマイナス20度まで大丈夫という仕様になっています。で、このようにですね、昔の G-SHOCK でも大切にしていれば、なかなか味わい深いというか、なかなか手放しにくい、G-SHOCK になっていくものですのでね、これからも大事に、使いながら維持していけたらなと思いますが、メンテナンスをですね、きちっとしていかないといけないなと感じている G-SHOCK の一つであります。今回はですね、DW9300GA の 4T、1998年の7月に発売となったレイズマン DW9300GA の 4T、こちらの紹介をしました。次回以降もですね、私が実際に使っている G-SHOCK の中から紹介していきますので、チャンネル登録をして楽しみに待っていてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。